こんばんは。はるけです。今回はフューチャースターイベント解説になります。今週末からですね、開始をされる予定になっている新イベントですね。フューチャースターとイベント自体はですね、毎作あるものになってますので、過去作を振り返りながらですね、解説をしていきたいなというふうに思います。なので、今作から始めた方はぜひ見ていただければと思います。まずフューチャースター、どういうイベントになるのかという話になるんですけれども、フューチャースター若手選手にフォーカスしたイベントになります。なので、ハイスのね、選手とかももう全員若い選手になってます。そのポテンシャルを加味した将来の強さに強化をされるという風なイベントですね。個人的にちょっと好きなイベントの一つでもあります。そしてここからはですね、過去作のハイス選手を見ていきたいなという風に思います。まずは FIFA22 前々作のハイ選手はこちらになってます。チーム1、チーム2があるんですけれども、こちらはチーム1の選手になってましたね。この中でだとやっぱり目玉選手はベリンガムでしたね。ベリンガム一強みたいな感じだったと思います。本当に世界大会でも使われていた、そんな存在にはなりますし、もちろん2年前という風なことで能力もね、元々のベース能力そこまで高くはなかったんですけど、ポテンシャルを加味してという風なことでこの93まで、行ってました。やっぱり今考えるとこの2年後のやっぱ TOTY とかまでも常連でね、選ばれてくる中で、このベリンガムのその査定は非常に正しかったんだなと改めて思いますね。で、あとはブラホビッチだったりとかスミスロー、で、当時モナコにいたチュアメニなんかもここに選ばれてはいますし、リバプールのコナテだったりとか、今はね、スパーズにいるんですけど、ペドロ・ポッロなんかもここに選ばれて、で、あとは PSV のガクポ、PSV の、この当時2年前 PSV にいたガクポなんかもここに選ばれてますし、ゴンサロ・ラモスだったりとか、トリンカオ、マテウス・クーニャなんかもここに選ばれていたという風なことになってますね。本当に2年前にですね、将来有望だった若手選手がですね、ここに選ばれているという風な形だと思いますね。でそして続いてチーム2はですね、こちらになってます。チーム1はベリンガムがね、大目玉の選手として出てきた中で、チーム2はペドリが、目玉の選手として出てきてました。値段も結構高かったですね。で、あとはグラーフェンベルクだったりとか、ビルツ、あとはラクロワ、ブライアン・ヒル、ダカ、アダムス、あとはカケレなんかもいましたし、ラスパ通り。で、当時ベンフィカにいましたヌニェスなんかもここに選ばれてはいましたし、当時2年前若手のね、有望選手として出てきてですね、ビッグクラブに行ったりとか、そこで出場してね、活躍をしているという風な選手が多くいるという風な感じですね。特にビルツなんかはですね、活躍をしてますし、なんならね、来シーズンはビッグクラブに行くんじゃないかとか、そういう風な噂がね、出ている選手にはなってますので、着々と成長をしているという風な選手になりますね。ペドリなんかももう安定ですし、普通に強さがありながら、当時2年前もね、すごかった選手にはなりますので、ここに選ばれてきておかしくなかったかなと思いますね。でそして続いて FIFA23 前作のフューチャースターハイ選手に行きます。まずはチーム1ですね。チーム1はこちらになってます。チーム1だとアルバレスだったりとかガビ、ムドリク、アデイエミ、グバルディオルだったりとか、あとはビッティーニャ、エランガとか、あとはグエイだったりとか、クドゥス、で、カルルとか、がいるという風な感じになってますね。で、あとは今はレアル・マドリードにいますけれども、LB のフラン・ガルシアなんかも前作ここに選ばれていたという風なことになってますね。やっぱりガビだったりとか、アルバレス、ムドリクあたりは結構高かった選手かなと、いう風には思いますし、今でももちろんね、活躍をして、ムドリクに関してはね、ちょっと、もっと活躍できる選手かなっていう風に思ったりは、するんですけど、今後に期待というような感じで前作、ここに選ばれていたという風なことに、なってますね。ガビなんかも、もうそれこそすごく成長をしている選手だと思いますし、ちょっと目玉の選手として前作ここに出てきていたという風なことですね。でそして続いてチーム2の選手に行きたいと思います。チーム2はこちらになってます。チーム2だとムシアラだったりとか、クバラツヘリア、であとはアラウホ、エンソ・フェルナンデスだったりとか、ティンバーですね。あとはエンケティアとか、ファビオ・カルバールとか、そういう風な選手たちがここに選ばれていたという風なことになってますね。ムシアラが本当に目玉の選手として150とか、ぐらいいっていた選手で、またスキル5にもね、なっていた。当時、前作はスキルが5じゃなかったんで、
その中でこの特殊カード、能力も高くなってスキル5になったムシアラが、ここで初めてね、登場したという風なことになってます。ムシアラ、クバラツ、ヘリアあたりなんかはもう本当に結構成長をね、し続けている選手かなという風にも思いますし、アラウホだったりとかエンソも結構このフューチャースターのカードは強かって、人気があった選手にはなりますね。でそして、続いて SBC だったり目標で来ていた選手を紹介していきたいなというふうに思います。前作ですね。前作のものを紹介します。まずはですね、フューチャースター、ファビオ・ビエイラが登場をしていました。前作の SBC 選手として、ファビオ・ビエイラ。ファビオ・ビエイラに関してはね、あんまり作ってる方はおられなかったかなって思います。アーセナルファンの方だったりとかじゃないと、作る価値というか、作る必要はあまりなかったと思います。20万ぐらいだったんで、ちょっと、そのコスパ面という風な部分でも、なんか物足りない部分はありましたね。それこそ、あとチーム1のね、同じようなタイプのビティーニャ、なんかも、ちょっと被ってるので、タイプ的に。そういう風な意味でもビティーニャでいいやんっていう風な感じにはなっていた。それが多分そこまで作る必要なかったっていう風な、一個の要因だったかなという風にも思います。ただね、グーナの方だったりとかからすると、それなりに嬉しいカードだったんじゃないかと思いますね。でそして続いてはフラッシュバックスモーリングですね、スモーリング。それこそフラッシュバックという風なね、意味合いで言うとフューチャースターとちょっとかかってるのかなって思います。若い頃の誰々っていう風な感じなんで、今作もフラッシュバック SBC はこのフューチャースター期間には全然来るんじゃないかなと、個人的には期待をしてます。その中で前作はスモーリングで安かったですし、結構人気があった選手になります。ケミこそね、やっぱ難しかったんですけれども、ケミが合えばですね、かなりね、レースだとかリアクションとか積極性が高くって、フィジカルもね、守備もね、しっかりできる選手にはなりましたので、かなり強かった、そんな選手にはなりますね。個人的に今作のフラッシュバックも期待ですね。そして続いて目標ですね。目標で来ていた選手、リンストロムですね。フューチャースターのリンストロム。この選手に関しても、結構ね、取るのがめんどくさかったんで、あんまり相手に見ることなかったんですけれども、全然それなりにはやれたっていう風な選手。ただ、メタ中のメタみたいな、そういう選手にはならなかったんですけれども、ちょっと素材として頑張って取ってる人はいたのかなという風に思いますね。で、あとはラムジーですね。同じく目標できた選手。この人はね、若干使ってる人はいたんですけど、この人も別にそんなに、やっぱ難しかったというか、めんどくさかった目標、なんかいろいろね、クリアする条件がね、多かったりとか、しましたんで、なかなかめんどくさかった目標ではありますけれども、普通にこう使ってる人は、それなりにはいたかなっていう風な感じですね。って感じでこちらが新イベント、フューチャースターのイベント解説になります。今作はどのような若手の選手がね、出てくるのか、またフラッシュバック SBC 等々にも期待をしたいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。